こういう暖かい地方、関東から西の方ではですね、柏は海岸林にほとんど見ることができなくて、代わりにシャリンバイだとか、あるいはトベラだとか、あるいはタウノキとか、そういう樹種が多くなっております。そういう樹種がなんで潮風に強いかというと、一つは口倉が厚くなっているわけですね。口倉が厚くなっていくから、しかも葉っぱが硬いですから簡単に折り曲げられない。しかも大体葉っぱが両辺も硬くなっていて、お互いにこういうふうに擦れ合うこともそんなにない。つまり葉っぱでですね、こういう、風下側にこう揺れるわけですが、ね、落葉小路だったらこういうふうに揺れると、こう常緑小路だとこれぐらいしか揺れない。お互いに擦れ合うことが少ないということが一つ。それから葉柄が短くなっているものが多いですね。つまり長い腕でこう曲がるのと短い腕でこう曲がるのとでは全然擦れ合いが違いますね。でそういうような葉柄が短くなっている。しかも簡単に脱落しないようにしっかりくっついているということがあります。でもそういう強い常緑広葉樹であっても、やはり強い台風が来た後にやはり塩害が起きます。じゃあなんでそういうね、常緑広樹が塩害を受けるかというと、それは砂粒なんですね。非常に強風が吹いて、雨が多い時は砂はほとんど移動しませんが、先にまず雨の降る前に非常に強い風が吹くと。そうすると海岸の砂丘の砂がですね、表面を動き始めました。猛烈な風の時はですね、その高さが5メーター、あるいは場合によっては10メーターにもなるようなことがあるわけですね。でもちろん大きな粒はですね、地表をただ転がるだけですが、小さい粒はですね、空中を高く舞うわけですね。でそれが葉っぱに当たります。葉っぱに当たるとですね、葉っぱの表面の口倉が破壊されてしまうんですね。一粒二粒が当たるわけじゃないです。無数の砂粒が葉っぱに当たるわけですね。ですからその勢いでもって口倉が非常に破壊される。そこに塩分を含んだ風とあるいは雨が降ってすぐ洗い流してくれればあまり被害を受けませんが、特に風台風といって雨が少ないような時はですね、その塩害を非常に強く受けると。その塩害に対して非常に強い木がクロマツなんですね。クロマツ。クロマツの葉っぱというのは非常に硬くなって、いわゆる針葉となっています。枝があって、でここに端子っていうでその端子からこう2本葉っぱが出てます。この葉っぱがですね、一つ一つがやっぱり口倉で覆われています。しかもこういう状態ですから、葉っぱはすぐ風下側に向きを変えてしまいます。つまり向こうから風が吹くと葉っぱはこういうふうになってしまうんですね。しかも口倉は厚くなってますよ。クロマツの芽もですね、今年の新芽を見るとこう芽の段階で非常にたくさんの木があって、これが春盛んに伸びてる時、まだ体が柔らかい時、これがやっぱり一番弱いわけですが、春盛んに伸びてね、で組織はまだ硬くなっていない、そういう時が一番弱いんですが、その春の伸び盛りするちょっと前まではここにこうたくさんの毛があります。これがやはり砂の攻撃を防いでくる。でしかも今度伸びていくとこの毛は脱落してくるわけですが、でも傷つきますね。傷つくと実はすぐ傷ついた部分にヤニが出てくる。松の枝なんかをちょこっと傷つけて元気な枝だったらすぐヤニが出てきます。つまり傷つくとヤニが出る。これによって傷ついた部分でもそれ以上塩分が入ってこれない状態になっているわけですね。つまりヤニが防いでる。これによって松は海岸にとても適した木になっている。赤松もそういう機能あるんですが、特に黒松は非常に強いと
いうことですね。